皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回はなぜカメラには所有欲が生まれるのかということについて、私なりの考えを皆さんと共有できたらなと思います。皆さんはカメラに対する所有欲ってありますでしょうか？また、所有欲が生まれやすいカメラとは一体どんなカメラなのか考えたことはありますでしょうか？なぜか持っているだけで嬉しいと感じることがあります。そして撮影に出かけなくても棚に置いてある姿を見るだけで満たされる日もあります。この気持ち、皆さんにも心当たりがありませんでしょうか？今回の動画では、そもそも所有欲とは一体何なのか、なぜカメラは所有欲が生まれやすいのか、特に私の所有欲を満たしてくれるカメラの話、そしてカメラの所有欲を満たすことってどうなのというようなお話ができたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。そもそも所有欲とは何なのでしょうか？言葉だけ聞くと少し欲張りな感じがしてしまうかもしれません。でも私は所有欲とはもっと日常的で割と自然な感情だと思っています。私が思う所有欲というのはすごくシンプルで、自分のものだと強く思う気持ちのことだと思っています。ただ欲しいっていうのとは少し違って、持っていたい、手放したくないという方向に気持ちが強い、そんな感じです。例えばなんですけど、買った瞬間の高揚感が落ち着いた後も部屋にあるだけで嬉しいとか、使ってない日でも棚に置いてある姿を見て少し満たされるとか、あれはもうまさに所有欲に近い感覚なのかなと思います。そして所有欲は人によって感覚が少し違うなとも思っています。この所有欲を構成する要素みたいなのが、私はいくつかあると思っていて、一つ目は安心感です。手元にあると落ち着く、いつでも使える、ちゃんと自分のところにある、この安心感です。相棒的な安心感ですよね。そして二つ目は達成感です。ここはわかりやすいと思います。カメラは決して安い買い物ではないですし、簡単に手が届かないものも多いです。工面して悩んで決断して手に入れたものは大事にしたい。そういった部分ですよね。それから三つ目は愛着です。これはそのカメラを使った時間が長くなることで育っていくものだと思います。撮った写真が増えるほど、持ち出した日の記憶が増えるほど愛おしいと思う気持ち、そういった部分です。そして最後4つ目は自己表現というのもあるのかなと思います。自分はこういう写真が好き、自分はこういう道具が好き、こういうカメラこそ自分だみたいな、そういうところもあるのかなと思います。なぜカメラは所有欲が生まれやすいのか。カメラは所有欲が生まれやすいジャンルだと思っています。理由はいくつかあると思っていて、まず嗜好品でもあるっていうところですよね。カメラは写真を撮る道具でありながら嗜好品でもあります。写り、色、ボケ、操作感、重さ、素材、シャッター音、写真を撮る体験だったり出てくる絵が違いますし、感じ方もそれぞれ違います。そしてその違いだったり表現に好みが出てくると、自分だけの世界観というものも生まれる気がします。あとはスマホよりも触れるという体験が濃いところも所有欲の生まれやすさだと思います。スマホでの撮影は便利です。でもカメラで撮る方が撮影体験が濃いと私は思います。ダイヤルを回す、ファインダーを除く、シャッターを切る、レンズを付け替える。こういった所作が記憶に残ります。そして思い出が増えれば増えるほど、その思い出とセットでこのカメラで撮ったという感覚も残ります。
そうなると簡単には手放せなくなりますよね。これが所有欲につながる理由の一つでもあると思います。そして最後、カメラは性能だけではなくて、そのブランドが持っている世界観も含めて選ぶものだと感じます。ブランドを選ぶこと自体が、私はこれが好きだという自分の価値観の確認になります。そういった面も所有欲が育ちやすい理由の一つなのかなと思います。私にも所有欲をとても満たしてくれるカメラがあります。それがこちらのライカの M11D です。もちろん他のカメラも手放したくない大事なカメラです。ただこの M11D はその中でも一段と所有欲が強いです。なぜここまで強く感じるのか。その理由は性能だけでは説明できない部分が大きいです。ライカはカメラの歴史の中でも特別な存在だと思います。写真という文化が広がっていく中で、撮るという行為そのものの形を作ってきたブランドさんで、今でもその思想だったり美学が道具として、カメラとして姿に残っています。私がライカを好きな理由は、単に写りがどうこうっていう話ではなくて、触った瞬間の密度とか、道具として覚悟が伝わる感じとか、そういう部分が自分の好みに刺さるからです。持っているだけで気持ちが整う感じがある。これは所有欲という言葉が一番近いのかもしれません。M11D は2024年に発売されたカメラです。背面液晶がないデジタルカメラでご存知の方も多いと思います。冷静に考えるとだいぶ尖っていますよね。デジタルなのにその場で撮った写真を確認することができません。もちろんアプリを使えば見られます。ただ撮影中にその場でさっと確認して撮り直してという使い方には向いていません。普通なら不便だなと思うと思います。私も買う前は少し不便なところもあるのかもしれないなと考える部分もありました。でも実際に使ってみるとこれがすごく面白くて、いいなと思ったら撮ってすぐ次みたいな繰り返しが自分の集中を引き出す仕組みとして機能するみたいな、この発想がすごく私は好きですし、自分の中では新しいと感じます。フィルムカメラでの撮影は私はあまり体験したことがないので、それがデジタルで体験できるっていう自分に新しい価値を提供してくれた感じがあります。レンジファインダーで実際の景色を見ながら撮れるっていうところも好きです。撮影中に見えている世界が液晶の画面ではなくて現実の景色であること。ピントの調整も自分次第で撮っている感覚が強いというところも私には合っていると思います。それと、ライカのカメラとしてのルックも素直に好きです。理屈とかではなくて見ていて楽しい、持っていて楽しい。この感覚が私の中の所有欲につながっているんだなと感じます。20代はまだ自分にお金をかけやすい年代だと思います。大きな決断でしたが、自分の考え方とか物事に対する考え方が少しずつ変わっていったのはこのカメラのおかげだなと思っています。所有欲は悪いことなのか。多分カメラの世界にはこういう空気があると思います。機材よりも写真を楽しんだ方がいい。道具にこだわりすぎるのは本質的ではない。こういう考え方ですね。この意見もすごくわかります。写真は最終的に写っているものが大事ですし、どんなカメラでも撮れることは撮れます。ただ私は所有欲があるからこそ写真という趣味を楽しめると思うタイプです。所有欲は見栄のためだけに存在するものではないなと思います。例えば持ち出したくなるとか触りたくなるとか、自分のスタイル、ファッションにはこれが合ってるとか、こういう気持ちを作ってくれることがあります。写真は続けることが難しい趣味だと思っています。忙しいと撮りに行きたくなくなりますし、寒いと外に出たくなくなります。自分の中で行くきっかけが必要です。そのきっかけを作るのが意外と所有欲だったりするのかなと思います。持ち出す準備をするだけで気持ちが上がるとか、結果として撮る時間が増える。私はこの流れがすごく大事だなと思っています。機材を好きになることと写真を好きになることは対立はしないと思います。このカメラが好きだから撮りたいという順番も自然だと思います。
最初は所有欲がきっかけでも、撮る時間が増えたら写真そのものも好きになると思います。逆に写真が好きでもっと自分の好みに合う道具が欲しくなるということもあると思います。どちらから始まってもいいんじゃないのかなと私は思います。ということで、今回はなぜカメラは所有欲が生まれやすいのかということについて考えたことをお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんのご意見もぜひお聞かせいただけたらなと思います。いつもコメント楽しみにしています。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。